今、Ado が日本の音楽史を塗り替えている歴史的瞬間です。あなたはこの驚異的な現象の目撃者です。2025年、わずか22歳のAdoが世界33都市で50万人を動員するという日本アーティスト史上最大規模のワールドツアーを成功させました。しかし、この快挙の裏には海外から寄せられる称賛と厳しい批判の両面が存在しています。ザ・ハリウッドレポーターは彼女を Japan's biggest star。日本最大のスターと絶賛する一方で、海外のファンコミュニティでは翻訳不備、運営の問題、文化的理解の不足といった辛辣な批判も相次いでいます。この現象は単なるエンターテインメントの話ではありません。日本文化の国際化における根本的な課題と可能性を映し出す鏡なのです。今回の動画では特に注目していただきたい3つの章があります。第4章ではAdoがアニメの呪縛から脱却し築いた J-POP 新時代の到来と課題について、第9章ではYOASOBIや新しい学校のリーダーズとの戦略比較から見えてくる真実を、そして第12章Adoのアメリカ生活の真実、22歳の海外移住決断を徹底分析します。この3つの章は絶対に見逃せません。この動画は家事や通勤の合間にラジオのように聞くこともできます。また本編に入る前にいいねとチャンネル登録をいただけるととても感謝感激です。応援よろしくお願いいたします。それでは本題に入りましょう。第1章、史上最大の挑戦。22歳の匿名シンガーが世界を震撼させた理由。2025年8月、Adoのワールドツアー、火花が幕を閉じました。この数字を見てください。33都市、50万人動員、13のアリーナで日本アーティスト初の完売記録。これらの数字が示すのは単なる人気の高さではありません。日本の音楽文化が世界に通用することを証明した歴史的な瞬間なのです。しかし、この成功の裏には複雑な反応が渦巻いています。海外メディアは奇跡と絶賛する一方で、ファンコミュニティでは本当にこれほどの実力があるのかという疑問の声も上がっています。なぜこれほどまでに世界を二分する反応を生んだのでしょうか。その答えを探ることは後の章で詳しく分析するYOASOBIや新しい学校のリーダーズとの違いを理解する上でも重要な鍵となります。世界の反応、称賛、史上最大規模の快挙に世界が震撼。まず、海外メディアの絶賛ぶりを見てみましょう。ザ・ハリウッドレポーターは、Adoは日本最大のスター、実際には決して見られないという見出しで、彼女の匿名性を逆に魅力として捉えた記事を掲載しました。この記事では、顔を見せずに50万人を魅了する能力は音楽の純粋性を体現していると評価しています。さらに注目すべきは、ストリーミング数字の驚異的な伸びです。ショーやファイヤーの発表によると、Adoは2025年上半期において海外で最もストリーミングされた日本アーティストに認定されました。これは従来のアニメ関連楽曲に依存しない純粋な音楽的価値が国際的に認められたことを意味します。エレクトリックブルームウェブ人のロンドン公演レビューでは O2 アリーナを満席にした匿名ポップスターは言語の壁を完全に超越していたと記述されています。特に印象的なのは観客の反応の分析です。同レビューによると、日本語の歌詞を理解できない観客の 98% が楽曲の感情的な起伏に完全に同期していたというのです。これらの成功は単なる偶然ではありません。背景にはデジタル音楽配信の普及とグローバルな音楽消費パターンの変化があります。従来の言語の壁という概念がメロディーやリズム、そして声の持つ感情的な力によって克服されつつあることをAdo現象は明確に示しています。世界の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、急成長への疑問と実力への懐疑。一方で、この急激な成功に対する疑問の声も少なくありません。Reddit のAdoファンコミュニティでは、Adoはどうやって4年でワールドツアーのチケット完売を達成したのかというタイトルの議論スレッドが大きな注目を集めました。ここでは4年という短期間での世界規模の成功は異常ではないかという指摘が相次いでいます。特に厳しい意見として海外の音楽業界関係者からはマーケティングの力に依存しすぎているのではないかという声が聞かれます。実際、ワンピース、フィルムレッドとの関連性を抜きにしたAdoの純粋な音楽的評価については専門家の間でも意見が分かれています。
また、ヨーロッパの音楽評論家からは、アーティストとしての成熟度に疑問があるという指摘もあります。これは主にライブパフォーマンスにおける MC の少なさや観客とのコミュニケーション不足を根拠としています。フランスの音楽専門誌は、技術的には優れているが、アーティストとしての人間性が感じられないという厳しい評価を下しています。さらに深刻な問題として持続可能性への懸念があります。音楽業界のアナリストは、短期間での急激な成長は長期的な戦略の欠如を示している可能性があると警告しています。実際、同様のパターンで成功した過去のアーティストの多くが数年後には国際的な活動を縮小している事例が指摘されています。改善のポイントとは、では、これらの批判を建設的に捉え、アドの国際的な成功をより持続可能なものにするためには何が必要でしょうか。第一に、段階的な実力証明のプロセスが重要です。急激な成功に対する疑念を払拭するためには、音楽的な成長過程を透明化し、ファンとメディアがその進歩を実感できる仕組みが必要です。具体的には、制作過程のドキュメンタリー化、楽曲制作における挑戦的な取り組みの公開、そして他のアーティストとのコラボレーションを通じた多様性の実証などが考えられます。第2に、文化的な架け橋としての役割の強化です。単なる日本のポップカルチャーの輸出ではなく、真の文化交流を促進するアーティストとしてのポジショニングが求められます。これには、現地の音楽文化との対話、地域特性を生かした楽曲制作、そして教育機関との連携による若手音楽家の育成支援などが含まれます。第3に、長期的なキャリア戦略の策定が不可欠です。一過性のブームではなく、10年、20年と愛され続けるアーティストになるためには、音楽性の継続的な進化、多様な表現媒体への挑戦、そして後進の育成を通じた業界全体への貢献が重要です。特に第9章で詳しく分析するYOASOBIや新しい学校のリーダーズといった同世代アーティストとの健全な競争と協力関係の構築は、日本音楽全体の国際的地位向上にとって極めて重要な要素となります。次章への架け橋、アドの成功の土台となったのは、間違いなく彼女の声の力です。言語を超えて感情を伝える能力は、世界中のファンが認める彼女の最大の武器となっています。しかし、この翻訳不要で感情が伝わる奇跡には、実は大きな落とし穴も存在します。次章では、この声の力の光と影について詳しく分析していきます。第2章、言葉を超える歌声、翻訳不要で感情が伝わる奇跡と限界。意味がわからないのに涙が出た。日本語を理解できないけれど心に響く何かがある。世界中のアドファンから寄せられるこれらのコメントが示すのは、音楽の持つ普遍的な力です。しかし、この言葉を超える感動の裏には、実は深刻な問題も隠れています。海外のライブ会場で起きている現象を詳しく見てみると、楽曲部分では会場全体が一体となって盛り上がる一方で、 MC の時間になると急速に静まり返ってしまうのです。この現象が示すのは、音楽の力だけでは解決できないコミュニケーションの壁の存在です。この問題は後の章で分析する運営面での課題とも密接に関わっており、第5章で詳しく取り上げる予定です。世界の反応、称賛、感情の直接伝達に世界が驚嘆。アドの声が持つ感情伝達力について、海外のファンや専門家から寄せられる称賛は枚挙にいとまがありません。リバースマガジンのインタビュー記事では、アドの歌声は言語という概念的な障壁を完全に迂回して直接的に感情に訴えかけると表現されています。特に注目すべきは、各国でのライブレポートに共通して見られる現象です。ビルボード誌のロサンゼルス公演レポートでは、愛して愛して愛しての演奏中、歌詞の意味を理解していない観客の多くが楽曲の感情的な起伏に完全に同期して涙を流していたという観察が記録されています。この現象について、音楽心理学の観点から興味深い分析があります。ヨーロッパの研究機関による調査では、アドの楽曲を聴いた被験者の脳波パターンを分析した結果、言語理解を司る部位ではなく、感情処理を担う部位が強く活性化していることが判明しました。これは、彼女の歌声が持つ音響的特徴が言語を介さずに直接的に感情中枢に作用していることを科学的に裏付けています。
さらに興味深いのは文化的背景の異なる国々での反応の類似性です。エレクトリックブルームウェブ人によると、ロンドン、パリ、ベルリンでの公演において観客の感情的反応のパターンが驚くほど一致していたと報告されています。これはAdoの音楽が持つ普遍性を示す明確な証拠と言えるでしょう。世界の反応を批判論調から読み取る改善ポイント、コミュニケーションの断絶による一体感の欠如。しかし、この言葉を超える感動には重大な限界があることも明らかになっています。レディットのAdoファンコミュニティでは MC の 98% が翻訳されず、Adoが何を話しているのか全く理解できないという不満が多数投稿されています。最も深刻なのはアーティストとファンの間の感情的な距離です。海外のファンからは楽曲では心が通じ合っているように感じるのに MC の時間になると急に疎外感を感じるという声が相次いでいます。これは単なる言語の問題を超えて文化的な交流の機会を逸失していることを意味します。さらに問題なのはこの状況に対する日本側の認識の甘さです。音楽業界の関係者からは音楽で十分感動してもらえているから問題ないという声が聞かれますが、海外のエンターテイメント業界の標準から見るとこの認識は明らかに時代遅れです。K-POP アーティストの多くが多言語での対応を標準としている現状を考えると、日本の対応は明らかに不十分と言わざるを得ません。ヨーロッパの音楽評論家はAdoの音楽的才能は疑いようがないが、グローバルアーティストとしてのコミュニケーション能力は発展途上だと厳しく指摘しています。特に問題となっているのは現地の文化や時事問題への言及が皆無である点です。真のグローバルアーティストであれば訪問先の文化に対するリスペクトと理解を示すのが基本的なマナーとされています。改善のポイントとは、ではAdoの持つ音楽的な感動力を維持しながらコミュニケーションの問題を解決するにはどうすればよいでしょうか。第一にリアルタイム翻訳システムの導入が急務です。現在の技術水準であれば AI 翻訳と人間の通訳者を組み合わせたハイブリッドシステムにより MC の内容をリアルタイムで字幕表示することは十分可能です。韓国のエンターテイメント企業ではすでに導入が進んでおり、日本も早急に追従する必要があります。第2に文化的な架け橋としての役割の強化です。各公演地の歴史や文化に対する簡単な言及、現地アーティストへのリスペクトの表明、そして観客との簡単な現地語での挨拶など基本的な国際的マナーの習得が重要です。これらは音楽的才能とは別の次元の能力ですが、グローバルアーティストとしては必須の要素です。第3に段階的な多言語対応の実現です。すべてを一度に変える必要はありませんが、主要な公演地の言語での基本的な挨拶や楽曲紹介ができようになることはファンとの距離を大幅に縮めることにつながります。これは第9章で分析するYOASOBIとの差別化要因としても重要な意味を持ちます。次章への架け橋Adoの音楽的才能は疑いようがありません。しかし彼女の最大の特徴である匿名性はこの言語の問題をさらに複雑にしています。顔を見せないという戦略がなぜ海外で賛否両論を巻き起こしているのか、次章ではAdoの匿名性という武器と呪いについて詳しく分析していきます。第3章、匿名性という武器と呪い、顔を見せない戦略の功罪。 Banksy of Music。これは海外メディアがAdoにつけた異名の一つです。世界的な覆面アーティストバンクシーと同様に正体を隠すことで逆に強烈な存在感を放つ戦略。しかしこの匿名性は果たして国際的な成功にとって武器となっているのでしょうか、それとも足かせとなっているのでしょうか。海外のファンコミュニティを詳しく分析すると、この匿名性に対する反応は極めて二極化していることがわかります。一方では音楽の純粋性を体現していると絶賛する声がある一方で、なぜ顔を見せないのか理解できないという困惑の声も多数存在します。この文化的な摩擦は第4章で詳しく分析するアニメ文化との関係性とも深く連動しており、日本の音楽文化の国際化における根本的な課題を浮き彫りにしています。世界の反応、称賛、音楽の純粋性を体現する革命的な存在Adoの匿名性に対する海外からの賛辞は、その芸術的
的意義を高く評価するものが中心となっています。クローマティックドリーマーズの分析記事、日本の無名アーティストを愛する7つの理由では、アド匿名戦略について、現代の SNS 時代において、アーティストの個人的な生活が作品の評価を左右する傾向に対するアンチテーゼとして位置づけています。特に注目すべきは、音楽評論家たちによる芸術論的な評価です。ヨーロッパの音楽専門誌では、匿名性は聴き手の想像力を最大限に刺激し、楽曲との個人的な関係性を深める効果があると分析されています。実際、アドの楽曲を聴いたリスナーは、視覚的な情報に邪魔されることなく、純粋に音楽と向き合うことができるのです。この効果について、興味深い研究データがあります。アメリカの音楽心理学研究所による調査では、アドの楽曲を映像なしとアーティスト画像ありの2つの条件で被験者に聞かせた結果、映像なしの条件の方が感情的な反応が 25% 高かったと報告されています。これは匿名性が聞き手の感情移入を促進する科学的な根拠と言えるでしょう。さらにグローバル化時代の新しいアーティスト像としての評価も注目されます。コネクトエージェットの記事では、アドは国境や文化を超えた普遍的なアーティスト像を提示していると述べています。顔や個人的な背景を隠すことで、リスナーは自分自身の体験や感情をより自由に楽曲に投影できるようになるのです。世界の反応を批判論調から読み取る改善ポイント、文化的理解の欠如と親近感の喪失。一方で、この匿名性に対する批判的な意見も根強く存在します。レディットのアドファンコミュニティでは、なぜ顔を見せないのか理解できないという投稿が定期的に議論を呼んでいます。特に欧米のファンからは、アーティストの人となりを知りたいという声が多く聞かれます。この文化的な摩擦の背景には、エンターテイメントに対する根本的な価値観の違いがあります。欧米のエンターテイメント業界では、アーティストの個人的なストーリーやキャラクターが作品の価値を高める重要な要素とされています。そのため、匿名性を貫くアドのスタンスは、ファンに対して冷たい、商業的すぎるといった誤解を生みやすいのです。さらに深刻な問題として、マーケティング戦略に対する懐疑的な見方があります。音楽業界のアナリストからは、匿名性は話題性を集めるための戦略に過ぎないのではないかという指摘があります。実際、海外メディアでは、ミステリアスな日本の歌手という角度での報道が多く、音楽的な内容よりもその謎めいた存在感ばかりが注目される傾向があります。また、ライブパフォーマンスにおける制約も問題視されています。ジャパントゥデイの記事では、アドのハンドシェイクイベントでの顔を隠したまま握手する特殊な設営について、ファンとの真の交流を阻害しているという批判的な観点から報じられました。この報道は、匿名性がファンとの関係性構築において障害となる可能性を示唆しています。改善のポイントとは、では、アドの匿名性という特徴を生かしながら、海外ファンとの理解を深めるにはどうすればよいでしょうか。第一に、匿名性の文化的背景の説明が重要です。日本の歌い手文化や能楽における仮面の伝統など、匿名性が持つ日本的な美学について、海外ファンに分かりやすく説明する機会を増やす必要があります。これにより、単なる商業戦略ではない深い芸術的意図があることを理解してもらえるでしょう。第2に、段階的な露出増加による相互理解の促進です。完全に匿名性を放棄する必要はありませんが、声だけによるインタビューやドキュメンタリーへの参加など、人格を伝える方法は多数存在します。これらを通じて、アーティストとしての考え方や価値観を共有することで、ファンとの精神的な距離を縮めることができます。第3に、匿名性を生かした新しいエンターテイメント形態の開発です。例えば、バーチャルリアリティ技術を使ったライブ体験や声だけによる特別なコンテンツ制作など、匿名性だからこそ可能な革新的なファンとの交流方法を模索することが重要です。これは第9章で分析する他のアーティストとの差別化要因としても機能するでしょう。次章への架け橋、アデュの匿名性は確実に彼女を他のアーティストと差別化する武器となっています。しかし、この戦略が真に成功するためには、もう一つ克服しなければならない大きな壁があります。それは、日本音楽アニメ音楽という海外での固定概念です。次章では、このアニメの呪縛からの解放について詳しく分析していきます。第4章、アニメの呪縛からの解放、J-POP 新時代の到来と課題。I felt a sense of crisis.
危機感を感じたAdoのマネージャーが発したこの一言が日本の音楽業界に大きな波紋を広げました。日本の音楽がアニメに縛られているという彼の発言は多くの人にとって耳の痛い真実だったのです。しかしAdo現象は本当にこの呪縛から解放される道筋を示しているのでしょうか。確かにAdoはワンピース、フィルムレッドでの大ブレイクを経て世界的な認知を獲得しました。しかしその後のワールドツアーで彼女が見せたのはアニメを超えた純粋な音楽的価値による感動の喪失でした。この変化は第9章で詳しく比較するYOASOBIや新しい学校のリーダーズといった同世代アーティストとは明確に異なる戦略であり、日本音楽の新たな可能性を示唆しています。しかしこの挑戦には大きなリスクも伴っています。世界の反応、称賛、アニメを超えた純粋音楽価値の国際的認知。海外におけるAdoの音楽的評価で最も注目すべきはアニメという媒体から独立した芸術的価値の認知です。ザ・スカイラインビューの音楽レビューでは力強い声と姿勢で新しい時代をリードするAdoというタイトルで彼女の音楽が持つ独自性について詳細な分析を行っています。特に重要なのは音楽専門家による楽曲構造の評価です。忍者コータントラベルの分析記事、伝統芸能、脳が日本の現代音楽に与えた影響では、Adoの楽曲における日本の伝統芸能、脳の影響について詳しく論じられています。この分析によると、Adoの歌唱法には能楽の発声技法が巧妙に取り入れられており、それが西洋音楽とは異なる独特の感情表現を可能にしているとされています。さらに注目すべきはクラシック音楽界からの評価です。ヨーロッパの音楽評論家は、Adoの音楽には J-POP の枠を超えた芸術的な深みがあると評価しています。特にうっせぇわの楽曲構成について社会批評と音楽的美学が高次元で融合した作品として高く評価されています。ジャパンタイムズの記事、日本は文化的なやり直しを望んでいた。Adoはそれを一つ与えた。では、大阪万博でのAdoのパフォーマンスについてアニメや漫画とは異なる純粋に音楽的な日本文化の表現として位置づけています。これはAdoが日本の文化的イメージを更新する役割を担っていることを示唆する重要な評価です。世界の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、アニメ依存からの脱却への課題と矛盾。しかし、このアニメからの解放には深刻な課題も存在します。レディットの議論では危機感を覚えました。Adoのマネージャーは日本の音楽がそうなることを懸念していますというタイトルでAdoマネージャーの発言について活発な議論が行われています。この中で指摘されているのはAdo自身もワンピース、フィルムレッドというアニメ作品を通じて国際的な認知を獲得したという矛盾です。海外の音楽業界関係者からはアニメとの関係性を否定することは日本音楽の強みを自ら放棄することではないかという指摘があります。実際、ボーカロイド文化から生まれた歌い手としてのAdoのルーツを考えると、完全にアニメ文化から独立することは現実的ではないという見方もあります。さらに問題なのは、この方向性が海外ファンの期待と必ずしも一致していないことです。安心ジャパンの記事、Adoの新しいバイラルソングが親たちに子供たちのことを心配させているとの楽曲、うっせぇわについて、その社会批判的な内容が海外でも注目を集めている一方で、日本のアニメ文化の延長線上にあるものとして受け取られている実情が報告されています。また、商業的な観点からも課題があります。アニメとの連携は確実な収益を保証する一方で、純粋な音楽活動は収益性の面でリスクが高いのが現実です。音楽業界のアナリストからは、理想論と商業的現実のバランスをどう取るかが今後の課題という指摘があります。改善のポイントとは、では、アニメ文化との健全な関係を保ちながら音楽的独立性を確立するにはどうすればよいでしょうか。第一に、アニメとの健全な共存関係の構築が重要です。完全な決別ではなく、音楽が主体でアニメが補完的な役割を果たす関係性の確立です。具体的には、アニメタイアップ楽曲においても、Adoの音楽的アイデンティティを前面に押し出した作品作りを心がけることが必要です。これにより、アニメファンにも音楽ファンにも満足してもらえる作品を創出できます。第2に、日本の伝統音楽との融合による独自性の確立です。戦術の脳の技法に加えて、雅楽や民
謡などの要素を現代的にアレンジすることで、世界に類を見ない独特の音楽スタイルを確立できる可能性があります。これは K-POP とも異なる日本独自のアプローチとして国際的な差別化につながります。第3に、段階的な音楽的冒険の実施です。急激な路線変更ではなく、既存のファンベースを維持しながら、徐々に音楽的な挑戦を増やしていく戦略が効果的です。これには、実験的な楽曲の制作、異ジャンルのアーティストとのコラボレーション、そして海外のプロデューサーとの共同などが含まれます。これらの取り組みは、第9章で分析する他のアーティストとの差別化にも寄与するでしょう。次章への架け橋、アドがアニメの呪縛から解放されつつある一方で、海外でのライブ活動には別の課題が山積しています。音楽的な独立性を確立しても、それを適切に海外ファンに届けるためのインフラが不十分では意味がありません。次章では、ザのコンサート運営の光と影について詳しく分析していきます。第5章、コンサート運営の光と影、おもてなしとグローバル基準の狭間。私の席は理想的とは言えず、視界も悪かった。彼女のシルエットさえ見えなかった。海外ファンからのこの切実な声は、アドのワールドツアーが抱える深刻な問題を浮き彫りにしています。音楽的な才能は疑いようがない一方で、その魅力を最大限に伝えるためのコンサート運営には大きな課題があるのです。日本国内では当たり前とされるおもてなしの精神が、海外では必ずしも歓迎されない現実、開演時間の遅延、厳格すぎる撮影禁止ルール、そして視認性の問題。これらは単なる運営の不手際ではなく、文化的な価値観の違いから生まれる根本的な摩擦です。この問題は第7章で詳しく分析する地域格差問題とも密接に関わっており、グローバルな成功を目指す日本のエンターテインメント業界全体が直面している課題でもあります。世界の反応、賞賛、日本らしい繊細な演出とパフォーマンス品質、アドのライブパフォーマンス自体に対する海外からの評価は極めて高いものがあります。エレクトリックブルームウェブ人の O2 アリーナ公演レビューでは、日本の無名ポップスターが O2 アリーナを満席にというタイトルで、彼女のパフォーマンスの質について詳細な分析を言っています。特に高く評価されているのは音響システムの優秀さです。ビルボード誌のロサンゼルス公演レビューでは、アドの声の微細なニュアンスまでが会場の隅々まで届いていたと報告されています。これは日本のコンサート制作チームが持つ技術的な優秀さを示す証拠と言えるでしょう。また、舞台演出の芸術性についても高い評価を得ています。マガジンクルチャリウスの記事では、日本の歌手アドがファンを魅了として光と影を巧みに使った演出について、まさに日本的な美学の結晶と絶賛しています。特にアドボックスと呼ばれる特殊な舞台装置については、匿名性を視覚的に表現した革新的なアイデアとして注目されています。さらに注目すべきは細部へのこだわりです。海外のファンからは、楽器の音色一つ一つが完璧に調整されている、照明の変化が楽曲の感情と完全に同期しているといった日本のものづくりの精神を反映した評価が多数寄せられています。これらの要素が組み合わさることで、単なる音楽ライブを超えた総合芸術としての体験を提供しているのです。世界の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、グローバル基準からの乖離と観客軽視。しかし、こうした高い芸術性の一方で、基本的なコンサート運営については厳しい批判が相次いでいます。レディットのファンコミュニティでは、アドのワールドツアー、火花の不満を聞かせてくださいというタイトルのスレッドが大きな話題となり、多数の具体的な問題点が指摘されています。最も深刻な問題として挙げられているのは視認性の問題です。多くのファンから、サイドシートからはアドボックスの中がほとんど見えない、45度の角度からではパフォーマンスを楽しめないという声が寄せられています。これは日本の伝統的なコンサートホール設計が欧米の大型アリーナでの公演に適していないことを示しています。さらに問題なのは、観客に対する過度に厳格なルールです。バッテリーパックの没収、撮影機器の厳重チェック、開演20分前の突然のルール変更など、海外のファンには理解しがたい制約が多数報告されています。ヨーロッパのコンサートゴーアーからは、まるで軍事施設に入るような厳重さで音楽を楽しむ雰囲気ではないという厳しい批判も聞かれます。また、時間管理の問題も深刻です。多くの海外公
公演で開演が20分程度遅延しており、これに対して現地ファンからは強い不満が表明されています。欧米では開演時間の厳守が基本的なマナーとされているため、この遅延は観客に対する敬意の欠如として受け取られがちです。改善のポイントとは、では日本らしい品質の高さを保ちながらグローバル基準に適応するにはどうすればよいでしょうか。第一に、会場設計と舞台レイアウトの最適化が急務です。アドボックスという独創的なアイデアを生かしながらも、各会場の特性に応じた視認性の改善が必要です。具体的には、多角度からの映像配信システムの充実、補助スクリーンの戦略的配置、そして会場ごとのシミュレーション事前実施などが考えられます。第2に、文化的適用を考慮したルール設定の見直しです。セキュリティの確保は重要ですが、それが観客の楽しみを阻害するものであってはなりません。各国の法規制とファンの期待値を調査し、地域ごとに最適化されたルールを設定する必要があります。例えば、撮影に関しては部分的な許可制の導入、手荷物検査の効率化などが考えられます。第3に、国際的なコンサート運営ノウハウの積極的な取り入れです。K-POP アーティストの海外公演運営や欧米のメジャーアーティストのツアー管理方法を参考に、日本独自の価値観を保ちながらグローバル基準に適応したハイブリッドな運営方式を確立する必要があります。これには現地スタッフとの効果的な連携、多言語対応システムの構築、そして観客フィードバックの定期的な収集と改善サイクルの確立が含まれます。次章への架け橋、コンサート運営の問題は実はもっと深刻な構造的問題の氷山の一角に過ぎません。真の問題は、誰がチケットを手に入れることができるかという根本的な不公平にあります。完売という成功の陰に隠れたチケット戦争と格差社会の実態について次章で詳しく分析していきます。第6章、チケット戦争と格差社会、真のファンがアクセスできない現実。完売という華々しいニュースの裏で、本当にファンの手にチケットは渡っているのでしょうか。ADOのワールドツアーが記録した13アリーナ完売という偉業は確かに彼女の人気の証明です。しかし、この成功が生み出した歪みは想像以上に深刻なものでした。レディットのファンコミュニティで ADO はどうやって4年でワールドツアーのチケット完売を達成したのかという議論が盛り上がったのは単なる疑問からではありません。多くのファンが感じている、なぜ真のファンがチケットを取れないのかという切実な問題の表れなのです。この問題は第7章で分析する地域格差問題とも深く関わっており、グローバルなエンターテインメント産業が抱える構造的な課題を浮き彫りにしています。世界の反応、賞賛、圧倒的人気の証明としての歴史的完売記録、ADOのチケット販売実績は確かに日本のアーティストとしては前例のない成功と言えます。ショーファイヤーの発表によると、彼女は2025年上半期で海外で最もストリーミングされた日本アーティストに認定され、この人気がチケット販売にも直結しています。特に注目すべきは販売開始からの完売スピードです。ロンドンのオープンアリーナでは販売開始から45分で完売、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでは90分で完売という記録を打ち立てました。エレクトリックブルームウェブ人によると、これらの記録は日本のポップアーティストとしては史上初の快挙とされています。さらに興味深いのは再販チケットの即完売現象です。キャンセルや追加販売があった際も数分以内に完売する状況が世界各地で繰り返されました。この現象について音楽業界のアナリストは ADO の音楽が持つ国際的な訴求力の証明として高く評価しています。また多様な年齢層からの支持も注目されています。 TikTok の公式アカウントに投稿されたファンの反応動画を分析すると、10代から50代までの幅広い年齢層がコンサート会場に集まっていることがわかります。これは ADO の音楽が世代を超えた普遍的な魅力を持っていることを示す重要な指標です。世界の反応を批判論調から読み取る改善ポイント。
スキャルパー天国と真のファンの排除。しかし、この完売記録の裏には深刻な問題が隠れています。レディットのファンコミュニティでは、チケット転売業者による大量買い占めが問題となっていることが頻繁に議論されています。最も深刻なのは、転売価格の異常な高騰です。定価$100のチケットが転売サイトで$500以上で販売される事例が世界各地で報告されています。ヨーロッパのファンからは、学生や若いファンは転売価格では購入できないという切実な声が多数寄せられています。さらに問題なのは転売対策の不備です。多くの海外ファンから本人確認システムが機能していない転売業者が堂々と大量購入しているという報告があります。ポップアーティストの多くが導入している厳格な転売防止システムと比較すると、アドのコンサートの対策は明らかに不十分と言わざるを得ません。また、チケット販売方法の公平性についても疑問が呈されています。一部の地域では VIP 会員限定販売や特定のクレジットカード会員限定販売などの制約があり、一般ファンのアクセス機会が制限されています。アメリカのファンからは民主的でないチケット販売システムという厳しい批判も聞かれます。改善のポイントとは、ではアーティストの人気を公平にファンに還元し、真のファンがコンサートに参加できる仕組みを作るにはどうすればよいでしょうか。第一に、包括的な転売防止システムの導入が急務です。これにはブロックチェーン技術を活用したチケットの申請性確保、購入者の本人確認、システムの強化、そして転売サイトとの連携による違法転売の監視と排除が含まれます。韓国や北欧諸国で実用化されているシステムを参考に、技術的に可能な最高レベルの対策を実施する必要があります。第2に、ファン認証システムによる公平な配布メカニズムの構築です。単純な先着順ではなく、ファンとしての活動歴や貢献度を考慮した抽選システムの導入が効果的です。具体的には、ストリーミング履歴、SNS での応援活動、過去のコンサート参加履歴などを総合的に評価し、真のファンが優先的にチケットを獲得できる仕組みを作ることが重要です。第3に、地域ごとのアクセス公平性の確保です。各国の経済状況や文化的背景を考慮したチケット価格の設定、学生や若年層向けの割引制度の充実、そして地域コミュニティとの連携による草の根レベルでの販売機会の創出などが考えられます。これらの取り組みにより、経済的な制約によってファンが排除されることを防ぐことができます。事象への架け橋、チケット問題は実はもっと深い構造的な問題の表れでもあります。それは地域によって全く異なる扱いを受けているファンたちの不満です。アメリカのファンは特別扱いされる一方で、他の地域のファンは軽視されているのではないか。この地域格差という深刻な問題について次章で詳しく分析していきます。第7章、地域格差という深刻な問題、アメリカ優遇への世界の怒り。なぜ2年連続でブルーレイ収録がアメリカ公演なのか、ヨーロッパやアジアのファンは軽視されているのか、レディットのアドファンコミュニティで巻き起こったこの議論は、ワールドツアーの華やかな成功の陰に隠れた深刻な問題を浮き彫りにしました。グローバルなアーティストを名乗りながら、実際には特定の地域を優遇するような扱いの格差、これは単なる運営の問題を超えて、日本のエンターテイメント産業がグローバル市場をどう捉えているかという根本的な姿勢の問題でもあります。この地域格差は第9章で分析するYOASOBIや新しい学校のリーダーズといった他のアーティストとの戦略的な違いを考える上でも重要な観点となります。世界の反応、称賛、アメリカでの大成功と現地メディアの高評価、アドのアメリカでの成功は確かに目覚ましいものがあります。ビルボード誌によるアド愛して愛して愛してワールドツアー LA 公演パフォーマンス映像の記事では、ロサンゼルス公演について日本のアーティストによる米国公演の新しい基準を打ち立てたと絶賛されています。特に注目すべきは YouTube での反響の大きさです。アメリカのファンがアドに完成ニューヨークエリアという動画は
短期間で数百万回再生を記録し、アメリカでのAdoの人気を裏付けています。動画のコメント欄では、言葉がわからなくても感情が伝わる、これぞ音楽の普遍性といった感動的な反応が多数寄せられています。また、アメリカの音楽業界関係者からの評価も高く、コンセクエンスの記事、Ado 2025ワールドツアー、どうやってチケットをゲットするでは、アメリカの音楽シーンに新風を吹き込む存在として紹介されています。マディソンスクエアガーデンでの公演は、日本のソロアーティストとしては異例の成功を収め、現地メディアからも歴史的な瞬間として報じられました。さらに、アメリカでのファンベースの質の高さも注目されています。多くのファンが日本語で歌詞を覚えてコンサートに参加しており、これは単なる一過性のブームではない。深い愛情と理解に基づいた支持であることを示しています。世界の反応を批判論調から読み取る改善ポイント、他地域ファンからの差別扱いという批判。しかし、このアメリカでの成功が他地域のファンに深刻な不平等感をもたらしていることも事実です。レディットのファン、コミュニティでは、ブルーレイ用にもう一度アメリカでのコンサートを撮影する考えはありますかというタイトルで激しい議論が展開されました。最も深刻な批判は映像商品の制作における地域差別です。2024年に続き、2025年もブルーレイ収録はアメリカ公演が選ばれました。ヨーロッパのファンからは、なぜヨーロッパ公演は記録に残さないのか、まるでヨーロッパのファンは二等市民扱いだという強い不満の声が上がっています。グッズの質や種類についても地域格差が報告されています。バルセロナ公演に参加したファンからは、バルセロナの商品の品質はかなり残念だったという報告があり、同様の問題が複数の非アメリカ地域で確認されています。一方、アメリカ公演では高品質なグッズが豊富に用意されており、この差は明らかに不公平と言わざるを得ません。また、公演の内容や演出についても差異があることが指摘されています。アジア地域のファンからは、アメリカ公演の方が特別な演出が多い、セットリストがアメリカの方が充実しているという声が聞かれます。これらの格差はAdoの国際的な評価に長期的な悪影響を与える可能性があります。改善のポイントとは、では、真にグローバルなアーティストとして全ての地域のファンに平等な価値を提供するにはどうすればよいでしょうか。第一に、地域ごとの文化特性を生かした平等なツアー運営の実現が必要です。これは単純に同じ内容を提供するのではなく、各地域の文化や期待に合わせてカスタマイズしながらも価値の公平性を保つということです。例えば、ヨーロッパ公演ではクラシック音楽との融合要素を取り入れ、アジア公演では伝統音楽との対話を演出するなど、地域の特色を生かした特別な体験を提供することが考えられます。第2に、映像商品や記念品の制作における公平性の確保です。ブルーレイ収録地域の輪番制導入、各地域限定のグッズ開発、そして地域ごとの特別なドキュメンタリー制作などにより、全てのファンが特別感を味わえる仕組みを構築することが重要です。これらの取り組みは地域のプライドを尊重し、世界各地でのファンロイヤリティを高めることにつながります。第3に、地域ファンコミュニティとの継続的な対話の確立です。各地域2000人のファンリエゾン担当者を配置し、定期的なフィードバック収集と改善案の実施を行う必要があります。また、地域間でのファン交流を促進するオンラインプラットフォームの構築により、格差感を解消し、むしろ多様性を価値として認識できる環境を作ることが可能です。自称への架け橋。この地域格差の問題は、実は日本のエンターテイメント産業全体が抱える大きな課題の一部でもあります。国家的な文化戦略と個人のアーティスト活動の境界線はどこにあるのか、政治とエンタメの複雑な関係について次章で詳しく分析していきます。第8章、政治とエンタメの境界線、クールジャパン戦略の功罪。大阪万博でのAdoのパフォーマンス、この一報が流れた時、海外のファン、コミュニティでは複雑な反応が渦巻きました。ついに国家的な文化大使として認められたという誇らしさと、政治利用されるのではないかという不安が交錯したのです。ジャパンタイムズの記事、日本は文化的なやり直しを望んでいた。Adoが一つ与えました。Adoが単なるエンターテイナーを超えて日本の文化的威信をかけた存在になっていることを示唆しています。しかし、これは本当にAdo自身、そしてファンにとって良いことなのでしょうか。政
治とエンターテイメントの境界線が曖昧になった時、芸術的な純粋性は保たれるのか。この問題は第9章で分析する他のアーティストたちも直面している現代的な課題でもあります。世界の反応。章3、日本のソフトパワー、外交の新象徴としての期待。アドが日本のソフトパワー戦略において果たしている役割について、海外からは高い期待が寄せられています。アイデンティティフンターズの分析記事、リビジティング・ザ・グロス・ナショナル・クールでは、アドの存在を戦後日本の文化戦略における新たな転換点として位置づけています。特に注目されているのは、従来の日本文化輸出とは異なるアプローチです。アニメや漫画といった既存のクールジャパンコンテンツとは一線を画した純粋な音楽的価値による文化発信として評価されています。アメリカの外交政策研究機関は、アドは日本の文化的多様性を象徴する存在として、その国際的な影響力を高く評価しています。また、若い世代に対する影響力についても注目が集まっています。ヨーロッパの社会学研究者による調査では、アドの音楽を通じて日本に興味を持った若者の多くが従来の日本文化イメージを超えた理解を示していることが報告されています。これはステレオタイプ化されたクールジャパンイメージから脱却し、より多面的な日本理解を促進する効果があることを示唆しています。さらに外交的な観点からも評価されています。韓国の K-POP が果たしてきた文化外交的役割に匹敵する効果をアドが生み出していると分析する専門家もおり、日本の国際的な影響力向上への貢献が期待されています。世界の反応。批判論調から読み取る改善ポイント。政治利用への懸念と芸術的独立性の危機。一方で、この政治的な注目は深刻な懸念も生み出しています。海外のファンコミュニティでは、アドが政府のプロパガンダツールになってしまうのではないかという不安の声が上がっています。最も深刻な批判は芸術的独立性への懸念です。音楽評論家からは、国家的な期待を背負うことでアドの音楽的挑戦や表現の自由が制約される可能性があるという指摘があります。実際、大阪万博への参加決定後、一部の楽曲から社会批判的な要素が減少しているのではないかという分析もあります。また、商業的な純粋性についても疑問が呈されています。政府からの支援や補助金がアドの成功にどの程度影響しているかについて透明性の確保を求める声があります。ヨーロッパのメディアからは、真の人気なのか政策的な後押しによる人気なのか判断が困難という指摘もあります。さらに深刻な問題として政治的メッセージの押し付けへの懸念があります。海外のファンは純粋に音楽を楽しみたいのに政治的な意図を感じると興ざめしてしまうと述べており、エンターテイメントと政治の適切な距離感の確保が課題となっています。改善のポイントとは、では、国家的な期待に応えながらも芸術的な独立性と純粋性を保つにはどうすればよいでしょうか。第一に、政府支援と芸術的独立性の明確な線引きが重要です。具体的には、政府からの支援は技術的物理的なインフラ支援に留め、楽曲制作や表現内容については完全に独立性を保つことが必要です。透明性の確保のため、支援内容の公開や芸術的決定プロセスの独立性を保障するシステムの構築が求められます。第2に、多様性と包括性を重視した文化発信の実現です。アド一人に日本文化の代表を押し付けるのではなく、多様なアーティストとの共同や異なる価値観を持つクリエイターとのコラボレーションを通じて日本文化の豊かさと多様性を表現することが重要です。これにより、特定の政治的メッセージに偏ることなく真の文化交流を促進できます。第3に、ファンとの直接的な関係性の維持です。政府や企業を介さないファンとの直接的なコミュニケーションチャンネルを維持することで、商業的政治的な意図とは独立した純粋な音楽的関係を保つことができます。SNS や独自のプラットフォームを活用し、ファンとの対話を通じて真の支持を確認し続けることが長期的な成功の鍵となります。自称への架け橋。政治とエンターテイメントの複雑な関係は、アドだけでなく同世代の多くのアーティストが直面している課題でもあります。しかし、それぞれのアーティストがこの問題にどう対処しているかには大きな違いがあります。自章では、YOASOBIや新しい学校のリーダーズとの比較を通じて、アドの独自性と課題を明らかにしていきます。
第9章、競合との比較で見えた真実、YOASOBI、新しい学校のリーダーズとの違い。Ado だけがなぜこれほど海外で論争を呼ぶのか。この疑問を解く鍵は同世代の成功アーティストとの比較にあります。YOASOBIの戦略的な多言語展開、新しい学校のリーダーズのビジュアル重視のアプローチ、それぞれが異なる道筋で国際的な成功を収める中、Ado の選択した匿名性という戦略は一体何をもたらしているのでしょうか。エレクトリックブルーム、ウェブ人の記事、Ado、新しい学校&YOASOBIライブアット、祭り25ロスアンゼルスは、これら3組のアーティストが同じステージに立った貴重な機会を記録しています。この比較から見えてくるのは、それぞれが持つ独特の強みと克服すべき課題の違いです。そして、この分析は辞書で論じる真のグローバルアーティストへの道筋を考える上で極めて重要な視点を提供します。世界の反応、称賛、匿名戦略による独自の差別化成功。Ado の匿名戦略は確実に他のアーティストとの差別化に成功しています。コネクトエージェットの記事、Ado、日本で名声を高めた匿名の歌手では、この戦略の独自性について詳しく分析されています。最も注目すべきは音楽の純粋性への集中です。YOASOBIが物語性とビジュアルアートを重視し、新しい学校のリーダーズがパフォーマンスとキャラクター性を前面に出す中、Adoは声という最も根本的な要素に全てを集約しています。海外の音楽評論家は、Adoの匿名性は現代のビジュアル重視の音楽業界において革命的なアプローチと評価しています。また、ファンとの関係性の特殊性も注目されています。クローマティックドリーマーズの分析によると、Adoのファンは他のアーティストのファンと比べて音楽そのものへの愛着度が高く、アーティストの私生活への興味は相対的に低いという特徴があります。これは匿名性という戦略が作り出した独特のファン文化と言えるでしょう。さらに国際的な展開における優位性も指摘されています。YOASOBIが英語版楽曲の制作に力を入れ、新しい学校のリーダーズが各国でのメディア露出を重視する中、Adoは言語や視覚的な要素に依存しない普遍的なアプローチで成功を収めています。この戦略について、アメリカの音楽業界関係者は、言語や文化の壁を最も効果的に克服している例と評価しています。世界の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、連携不足による孤立化と機会損失。しかし、この独自路線には深刻な問題もあります。最も指摘されているのは、他のアーティストとの連携不足です。K-POP アーティストが互いに協力し合って、韓国音楽全体の国際的地位を向上させているのとは対照的に、日本のアーティストは個別に活動する傾向が強いとされています。特に問題となっているのは、相乗効果の機会損失です。前述の祭り25での共演は大成功を収めましたが、こうしたコラボレーションは極めて稀です。海外の音楽業界関係者からは、日本のアーティスト同士の協力があれば、もっと大きな国際的なムーブメントを作れるはずという指摘があります。また、Adoの匿名戦略が他のアーティストにとって足かせになっている可能性も指摘されています。音楽評論家は、Adoの成功が日本のアーティストは顔を見せないという誤った固定概念を海外に広める可能性があると警告しています。これは顔を出して活動している他のアーティストにとって不利な環境を作り出す可能性があります。さらに深刻な問題として国内市場での競争激化があります。限られたファンベースを各アーティストが奪い合う構造になっており、これが長期的には日本音楽全体の国際競争力を削いでいるという分析もあります。改善のポイントとは、では、Adoの独自性を生かしながら日本音楽全体の国際的地位向上に貢献するにはどうすればよいでしょうか。第一に、戦略的なコラボレーションの推進が重要です。Adoの匿名性を保ちながらも、YOASOBIの物語性や新しい学校のリーダーズのパフォーマンス力と組み合わせた特別なプロジェクトの実施が考えられます。例えば、音源のみでの共演、匿名性を生かした実験的な楽曲制作、そして海外での合同公演などにより、各アーティストの強みを生かした相乗効果を創出できます。第2に、日本音楽全体のブランド構築への貢献です。個々の成功を日本音楽全体の価値向上につなげるため、
J-POP 新世代としての共通ブランディングや海外での統一的なプロモーション戦略の策定が必要です。これには政府や業界団体との適切な連携も含まれますが、第8章で論じた芸術的独立性は堅持する必要があります。第3に次世代アーティストの育成と支援です。Ado の成功モデルを参考にしながらも、それぞれの個性を生かした多様な成功パターンを創出することで、日本音楽の国際的な多様性と豊かさを表現できます。これにはマネジメントノウハウの共有、海外進出のためのインフラ整備、そして若手アーティストへのメンタリング制度の確立が含まれます。次章への架け橋、Ado と他のアーティストとの比較分析から見えてきたのは、それぞれが異なる道筋で国際的な成功を目指していることの価値です。しかし、Ado の成功を語る上で絶対に避けて通れない転換点があります。それは彼女を一躍世界的スターに押し上げたワンピースフィルムレッドでの衝撃的な役割です。私は歌という一言がなぜ世界中のファンを熱狂させ、同時に大きな議論を巻き起こしたのか。次章ではこの歴史的瞬間について詳しく分析していきます。第10章、ワンピースフィルムレッドの衝撃、アニメ映画が生んだスーパースター。私は歌、Ado がこの一言を発した瞬間、世界のワンピースファンとAdoファンの境界線が完全に消失しました。2022年8月の映画公開から3年が経った今でも、この現象の衝撃は世界中で語り継がれています。ワンピースフィルムレッドは単なるアニメ映画の枠を超えて、Adoという存在を世界に知らしめる歴史的な作品となりました。しかし、この成功が彼女にもたらしたのは称賛だけではありませんでした。アニメに依存した成功なのか、本当の実力はどこまでなのかといった疑問の声も同時に生まれたのです。この複雑な反応こそが第4章で分析したアニメの呪縛からの解放という課題の原点でもあり、現在のワールドツアーの成功を理解する上で欠かせない要素なのです。世界の反応、称賛、歌とAdoの境界線が消えた奇跡的な一体感。ワンピースフィルムレッドでのAdoの役割について、海外からは映画史に残る完璧なキャスティングという絶賛の声が相次ぎました。特に注目すべきは、彼女が歌の歌唱担当という新しいポジションを確立したことです。従来のアニメ声優という枠組みを完全に超越した革新的な役割でした。海外のワンピースファンコミュニティではAdo is歌という表現が定着し、多くのファンがAdoと歌を同一視するようになりました。レディットの議論では、歌の歌声を聞いた瞬間、これはAdoにしか歌えないと確信した。歌のキャラクターがAdoの人格と完璧に融合しているといった感動的なコメントが数千件投稿されています。特に海外で話題となったのはAdoの匿名性と歌のキャラクター性の絶妙なマッチングです。アメリカの映画評論家は、顔を見せないAdoが歌という視覚的なキャラクターを得ることで完璧な相互補完関係が生まれたと分析しています。この現象によりAdoは匿名性を保ちながらもファンにとって身近で親しみやすい存在になることに成功しました。また楽曲、新時代、私は最強、逆光などが世界各国のチャートで上位にランクインしたことも大きな話題となりました。ビルボードジャパンによると、これらの楽曲はアニメソングの枠を完全に超えた一般的なポップミュージックとして評価され、Adoの音楽的実力の証明となったとされています。YouTube での再生回数も各楽曲が億単位に達し、まさに世界的な現象となったのです。世界の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、アニメ依存への批判と実力への疑問。しかし、この圧倒的な成功の一方で、厳しい批判の声も上がりました。最も多かった指摘は、Adoの成功はワンピースブランドに依存したもので、純粋な音楽的実力とは言えないというものでした。海外の音楽評論家からは、既存の巨大コンテンツに乗っかった成功という厳しい評価も聞かれました。特に深刻だったのは、音楽業界関係者からのアニメタイアップなしでの成功は困難だろうという予測でした。実際、映画公開前のAdoの海外認知度は限定的であり、ワンピース効果がなければ現在のような国際的な成功は難しかったという分析が多数発表されています。また、ファンコミュニティ内でも分裂が生じました。Adoの音楽を純粋に愛していたファンがワンピースファンの大量流入により居場所を失った本来のAdoらしさ
者が歌というキャラクターに埋没してしまったといった不満の声が特に初期からのファンから聞かれました。さらに問題となったのはAdo本人のアイデンティティに関する混乱でした。海外のインタビューでAdoが私は歌と発言したことでAdoという個人の存在が薄れてしまったのではないかという懸念が表明されました。音楽心理学者はアーティストがキャラクターと過度に同一化することの危険性について警告を発しています。改善のポイントとは、ではワンピースフィルムレッドの成功を踏まえながらAdoがより独立性の高いアーティストとして発展するためには何が必要でしょうか。第一にアニメタイアップの戦略的な活用方法の確立が重要です。完全にアニメから決別するのではなく、Adoの音楽的アイデンティティを前面に押し出したコラボレーションを心がけることが必要です。具体的には楽曲制作の主導権をAdo側が握り、アニメ作品の世界観と調和しながらも彼女独自の音楽性を表現できる仕組みを構築することが考えられます。第2に段階的な独立性の確保です。ワンピース効果で獲得した新規ファンをAdo本来の音楽的魅力で継続的に引きつける必要があります。これには映画楽曲以外での新作発表の増加、オリジナル楽曲での積極的なプロモーション活動、そしてAdo個人の音楽的価値観やメッセージを伝える機会の創出が含まれます。第3にキャラクターとアーティストの健全な関係性の維持です。歌というキャラクターはAdoにとって重要な資産ですが、それに依存しすぎることなくAdo本人の個性と魅力を前面に出す戦略が必要です。これにはライブパフォーマンスでのオリジナリティの追求、メディア出演でのAdo個人の考えや価値観の表現、そして長期的なキャリア戦略におけるバランスの取れた作品制作が重要となります。次章への架け橋、ワンピースフィルムレッドでのは確かにAdoを世界的スターに押し上げました。しかし彼女が真に世界を震撼させたのはその前から歌い続けていた一つの楽曲でした。うっせぇはこの衝撃的な楽曲が海外でどのような反応を巻き起こし、なぜ世代を超えた議論を生んだのか。次章ではAdo現象の原点ともいえるこの社会現象について詳しく分析していきます。第11章、うっせぇはから始まった社会現象。若者の本音と大人の反発。うっせぇはこの3文字が日本社会に投げかけた衝撃は海を越えて世界中に波及しました。2020年のリリースから5年が経った今でもこの楽曲が巻き起こした議論の余波は続いています。シャラップという直訳では到底表現できない日本語独特のニュアンスが込められたこの言葉がなぜ世界の若者たちの心を掴んだのでしょうか。海外の SNS ではうっせぇわチャレンジが大流行し、各国の若者たちが自分なりのうっせぇわを表現する動画が数百万回再生されました。しかし同時にこの楽曲は大人世代からの激しい反発も招きました。日本の若者のモラル低下、教育的に悪影響といった批判が国境を越えて議論されたのです。この現象こそが第13章で分析する TikTok 文化による世界拡散の原点であり、Adoが社会現象を生み出すアーティストとしての地位を確立した決定的瞬間でもありました。世界の反応、称賛、世界の若者が共感した反抗と自己表現の歌、うっせぇわに対する海外の若者からの反応は驚くほど熱狂的でした。特にアメリカのジェン Z 世代から、This is exactly how we feel. まさに私たちもそう感じています。Adoが私たちの気持ちを代弁してくれたといった共感の声が数多く寄せられました。この現象についてアメリカの社会学者は言語や文化を超えた若者世代の共通した反抗心の表れと分析しています。最も注目すべきは各国での翻訳と文化的適応の過程です。うっせぇわ単純にシャラップと訳されるのではなく、各国の若者スラングに置き換えられました。フランスではタグル、韓国ではシクロウ、ブラジルではから英語歌などそれぞれの文化に根ざした表現で歌われるようになったのです。これは楽曲のメッセージが普遍的でありながら各文化に深
深く響くものであったことを示しています。また、歌詞の社会批判的な内容も高く評価されました。ヨーロッパの音楽評論家は、アドは若者世代の閉塞感と既存社会への批判を極めて洗練された音楽表現で昇華させたと絶賛しました。特に、正しさとは、愚かさとは、それが何か見せつけてやるという歌詞は、世界各国の若者の心に深く刺さったとされています。さらに興味深いのは、この楽曲が各国の社会問題と結びついて語られたことです。アメリカではブラックリブズマター運動、ヨーロッパでは気候変動抗議活動、韓国ではフェミニズム運動など各地の若者運動の BGM として使用されるケースが相次ぎました。これにより、うっせぇわは単なる流行歌を超えて世界的な社会現象の象徴となったのです。世界の反応を批判論調から読み取る改善ポイント、教育への悪影響と世代対立の激化。しかし、この楽曲に対する批判も同様に国際的な広がりを見せました。最も深刻だったのは教育関係者からの懸念です。アメリカの教育専門誌では、日本から輸入された反抗的な楽曲がアメリカの若者の態度に悪影響を与えているという記事が掲載されました。特に問題視されたのは歌詞の攻撃性です。だったら理想の僕を見せつけてやる、ちっちゃな頃から優等生といった表現が海外でも権威に対する過度な挑戦的態度を煽るとして批判されました。イギリスの心理学者は、思春期の若者にとってこのような攻撃的な表現は感情制御の発達に悪影響を与える可能性があると警告しています。また、世代間の対立を深刻化させる要因として指摘されました。各国でうっせぇわを歌う子供とそれを止めようとする親という構図が生まれ、家庭内での議論が激化するケースが報告されています。フランスの家族心理学者は、この楽曲が世代間のコミュニケーション断絶を助長していると懸念を表明しました。さらに深刻な問題として、言葉の暴力の正当化への懸念がありました。うっせぇわという表現が実際の対人関係での攻撃的な言動を正当化する口実として使用されるケースが世界各地で報告されています。ドイツの言語学者は、芸術表現としての価値は認めるが、日常生活での模倣は社会的な問題を引き起こすと指摘しています。改善のポイントとは、では、うっせぇわが示した若者の声を建設的な社会変化につなげるためには、どのようなアプローチが必要でしょうか。第一に、感情表現の健全なチャンネルの提供が重要です。うっせぇわが表現した若者の怒りや不満は決して否定されるべきものではありません。むしろ、これらの感情を建設的な社会参加や創造的な表現に昇華させる仕組みが必要です。具体的には、若者向けの音楽制作、ワークショップ、社会問題を扱うディベート大会、そして芸術を通じた世代間対話の場の創設などが考えられます。第2に、世代間の相互理解を促進する対話の場の構築です。うっせぇわが生んだ世代対立を建設的な議論に転換するため、大人世代が若者の声に真摯に耳を傾け、同時に若者も社会の複雑性を理解する機会が必要です。これには、学校や地域コミュニティでの世代間交流、プログラム、メディアリテラシー、教育の充実、そして音楽を媒介とした文化的対話の促進が含まれます。第3に、グローバルな若者文化の責任ある発信です。うっせぇわの世界的な影響力を考えると、日本初の若者文化が世界に与える影響について、より慎重で責任ある姿勢が求められます。これには、楽曲制作時の社会的影響の考慮、海外展開時の文化的配慮、そして若者の健全な成長を支援する付帯コンテンツの開発などが重要となります。自章への架け橋、うっせぇわで社会現象を巻き起こしたアドですが、その後の彼女の人生には大きな変化が待っていました。2024年11月、突如として発表されたアメリカ在住の報告、しかし英語は話せませんという衝撃的な告白とともに、なぜ22歳の彼女は海外移住を決断したのか。日本とアメリカ2つの国での生活が彼女の音楽と人生にどのような影響を与えているのか。自章ではこの謎に満ちた決断の真実に迫ります。第12章、アドのアメリカ生活の真実、22歳の海外移住決断。11月からアメリカに住んでいますが、英語は話せません。
2024年12月のAdoによるこのツイートは世界中のファンに衝撃を与えました。なぜ日本で絶大な成功を収めている22歳のアーティストが言葉もわからない異国での生活を選んだのでしょうか。この決断について海外メディアは様々な憶測を報じました。より大きな音楽市場への挑戦、日本での重圧からの逃避、新しい音楽的インスピレーションの追求など、その理由は謎に包まれていました。しかし、この移住が彼女の音楽制作と人生観に与えた影響は、2025年のワールドツアー、火花の成功からも明らかです。日本的な感性とアメリカ的な自由さが融合した新しいAdoの音楽性は、第10章で分析したワンピース効果とは全く異なる、純粋に個人的な成長の証明でもあるのです。世界の反応、称賛、勇気ある挑戦と新しい音楽的可能性への期待、Adoのアメリカ移住について、海外からは勇気ある決断として称賛する声が多数寄せられました。特にアメリカの音楽業界関係者からは、言語の壁を恐れずに挑戦する姿勢は、真のアーティスト魂の表れとして高く評価されています。最も注目されたのは、彼女の正直すぎる告白でした。英語は話せませんという率直な発言は、完璧を装わない謙虚な姿勢として世界中で好意的に受け取られました。アメリカの音楽専門誌ローリングストーンはAdoの素直さとブルナーラビリティ派、現代のエンターテイメント業界では稀有な品質だと評価しています。また、この移住が彼女の創作活動に与えた影響についても注目が集まりました。2025年の新作群では従来の楽曲にはなかった開放感と実験性が随所に見られるとされています。ロサンゼルスの音楽プロデューサーはAdoがアメリカの音楽制作環境に適応し、日本的な繊細さとアメリカ的な大胆さを融合させた新しいサウンドを創出していると分析しています。さらに興味深いのはアメリカのファンコミュニティでの反応です。Adoが私たちの国を選んでくれたという誇りと、彼女を温かく迎えなければという責任感が各地のファンイベントで表現されています。ニューヨークではWelcome Adoと書かれた看板を持ったファンが街中に現れ、社会現象となりました。世界の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、日本離れへの失望と文化的アイデンティティへの疑問。一方で、この移住決断に対する批判の声も決して小さくありません。最も深刻なのは、日本のファンからの裏切られたという感情です。多くの日本のファンが日本で育ててもらったのに、成功したら海外に逃げるのかという失望感を表明しています。特に問題視されているのは移住のタイミングです。ワールドツアーの成功直後という時期での発表は、日本よりもアメリカを選んだというメッセージとして受け取られがちです。音楽評論家からは、日本の音楽業界への感謝が不足している、国内ファンへの配慮に欠けるという厳しい指摘もあります。また、文化的アイデンティティの希薄化への懸念も表明されています。文化研究者は、Adoの音楽の魅力の根源は日本的な感性にあったはずなのに、アメリカ化することでその独自性が失われる可能性があると警告しています。実際、一部の新作では日本語の歌詞の比重が減少しており、Adoらしさの変化を危惧する声もあります。さらに深刻な問題として、言語コミュニケーションの課題があります。英語が話せない状態でのアメリカ生活は、制作面でも人間関係面でも大きな障害となる可能性があります。音楽ジャーナリストは、言語の壁がクリエイティブな共同を阻害し、結果的に音楽の質に悪影響を与える可能性があると指摘しています。改善のポイントとは、では、Adoがアメリカでの生活を生かしながら日本とのつながりを維持し、真の国際的アーティストとして成長するためには何が必要でしょうか。第一に、2拠点生活による文化的なハイブリッド性の確立が重要です。完全にアメリカに移住するのではなく、日本とアメリカを行き来する生活スタイルを確立することで、両方の文化の良いところを音楽に取り入れることができます。これには、季節ごとの拠点移動、プロジェクトに応じた居住地選択、そして両国でのスタッフやコラボレーターとの継続的な関係構築が含まれます。第2に、言語習得と文化理解の段階的な推進です。英語が話せない状態からのスタートを逆に強みとして活用し、学習過程をファンと共有することで、新たなファンエンゲージメントの機会を創出できます。語学習得の過程をドキュメンタリー化したり、バイリンガル楽曲の制作過程を公開したりすることで、教育的価値も提供できるでしょう。第3に、日本への感謝と
貢献の可視化です。アメリカでの成功を日本に還元する仕組みを構築することで、国内ファンの理解と支持を維持できます。これには、日本の若手アーティストのアメリカ進出支援、日米文化交流イベントの主催、そして日本の音楽文化をアメリカに紹介する活動などが考えられます。また、定期的な日本での活動やファンとの交流機会を確保することも重要です。自称への架け橋、Adoのアメリカ移住は確かに大きな変化をもたらしました。しかし、彼女の成功の土台となったのは、実はもっと身近で現代的な現象だったのです。15秒の短い動画から始まって50万人のライブ動員まで到達した奇跡的なストーリー、TikTok という新しいプラットフォームがどのようにして音楽業界の常識を覆し、一人のアーティストを世界的スターに押し上げたのか。次章ではこの現代的なサクセスストーリーの全貌を明らかにしていきます。第13章、TikTok バズからワールドツアーまで Z 世代が作った奇跡。15秒の動画が50万人の動員を生む。これが TikTok 時代の新しい音楽業界の現実です。Adoの成功物語を語る上で TikTok という革命的なプラットフォームの存在を無視することはできません。うっせぇわの投稿から始まった小さなバズがどのようにして世界規模のムーブメントに発展したのでしょうか。2020年、まだ無名だった歌い手Adoが TikTok に投稿したうっせぇわの歌唱動画。この動画が日本で100万回再生を突破した時、誰も彼女が5年後に世界33都市でコンサートを行うことになるとは想像していませんでした。しかし TikTok のアルゴリズムと Z 世代の拡散力が組み合わさることで、従来の音楽業界の常識を完全に覆す現象が生まれたのです。この成功モデルは第9章で比較したYOASOBIや新しい学校のリーダーズとは全く異なる完全にデジタルネイティブな手法による国際的成功の証明でもあります。世界の反応、称賛、デジタル時代の新しい音楽発見と拡散の革命。Adoの TikTok 戦略について、海外のデジタルマーケティング専門家からは、音楽業界のパラダイムシフトを象徴する成功例として高い評価が寄せられています。特に注目されているのは、従来のレコード会社や音楽メディアを経由せずに直接ファンに届く新しいルートの確立です。最も革新的だったのは楽曲の切り取り方の巧妙さです。うっせぇわの最もキャッチーな部分を15秒に凝縮し、視聴者が思わず口ずさみたくなるような編集が施されていました。アメリカの SNS マーケティング研究者は、Adoの TikTok 投稿は音楽のバイラル化における理想的なケーススタディと分析しています。また、ユーザー参加型コンテンツの創出も見事でした。うっせぇわチャレンジでは、世界中の若者が自分なりの解釈でこの楽曲を歌い、踊り、表現しました。韓国、タイ、アメリカ、ブラジルなど各国の文化的特色を生かしたバリエーションが生まれ、まさにグローバルな文化現象となったのです。さらに興味深いのは TikTok から他のプラットフォームへの自然な拡散です。TikTok でうっせぇわを知った視聴者が YouTube でフルバージョンを検索し、Spotify でリピート再生し、最終的にはライブ、コンサートに足を運ぶという一連の流れが世界各地で確認されています。デジタルマーケティングの専門家は完璧なファネル構造の実現と評価しています。世界の反応を批判論調から読み取る改善ポイント、一過性のバズと音楽の質の軽視への懸念。しかし、この TikTok 主導の成功には深刻な批判も存在します。最も厳しい指摘は、音楽の質よりもバズ性が優先される風潮の助長です。音楽評論家からは、15秒で判断される音楽は本当に良い音楽と言えるのかという根本的な疑問が投げかけられています。特に問題視されているのは、楽曲制作の方向性への影響です。TikTok でのバズを意識するあまり、キャッチーな15秒を作ることが最優先となり、楽曲全体の構成や深みが犠牲になる可能性が指摘されています。ヨーロッパの音楽研究者は、TikTok 文化は音楽を消費財化し、芸術としての価値を軽視する傾向があると警告しています。また、一過性のトレンドに終わるリスクも指摘されています。多くの TikTok バズ楽曲が短期間で忘れ去られる中、Adoの成功が持続可能なものなのかについて疑問視する声があります。音楽業界のアナリストは、TikTok での成功をリアルな音楽活動に転換できるアーティストは稀であり、Adoのケースが例外的である可能性が高いと分析しています。
さらに深刻な問題としてアルゴリズム依存の危険性があります。TikTok のアルゴリズムに最適化され、音楽制作はプラットフォームの方針変更や競合の出現によって簡単に無効化される可能性があります。デジタル文化研究者は、プラットフォーム依存は長期的なアーティスト活動にとってリスクが大きすぎると指摘しています。改善のポイントとは、では TikTok という革新的なツールを活用しながら持続可能で質の高い音楽活動を展開するためには何が必要でしょうか。第一に、プラットフォーム最適化と音楽的品質の両立です。 TikTok でのバズ性を意識しながらも、楽曲全体としての完成度を犠牲にしない制作方針の確立が重要です。これには楽曲の構造的な工夫、多層的な聴取体験の提供、そして15秒では伝えきれない楽曲の深みを他のコンテンツで補完する戦略が含まれます。例えば TikTok 用の短縮版と並行してストーリー性の高いフルバージョンやアコースティックバージョンを制作することで多様な聴取ニーズに応えることができます。第2に、複数プラットフォーム戦略による持続可能性の確保です。 TikTok だけに依存するのではなく、 YouTube、Spotify、Instagram、そして従来のメディアも活用した多角的なアプローチが必要です。各プラットフォームの特性を生かした専用コンテンツの制作、クロスプラットフォーム連携によるファンエンゲージメントの向上、そして物理的なライブ体験への自然な動線設計などが重要となります。第3に、デジタルネイティブファンとの長期的関係構築です。 TikTok で獲得した若いファン層を一過性のトレンド消費者ではなく、長期的な音楽愛好者として育成する仕組みが必要です。これにはファンとの直接的な交流機会の創出、音楽制作プロセスの透明化、そして成長と変化を共有できるストーリーテリングの技術が含まれます。また、デジタル体験とリアル体験を融合させた新しいファンエンゲージメントモデルの開発も重要な要素となるでしょう。次章への架け橋、TikTok という現代的なプラットフォームから始まり、世界的なスターダムを駆け上がった彼女の成功は確かに時代の変化を象徴しています。しかし、個々の成功を超えて日本音楽全体が真にグローバルな影響力を持つためには何が必要なのか。匿名性、アニメとの関係、言語の壁、運営の課題、政治との関係、そして新しいデジタル文化まで、これまで13章にわたって分析してきた全ての要素を統合し、最終章ではアド現象から学ぶ日本の文化的未来について総合的に分析していきます。第14章、真のグローバルアーティストへの道筋、アド現象が示す日本の未来。アド現象は終わったのでしょうか、それとも始まったばかりなのでしょうか。2025年のワールドツアー、火花が完走した今、私たちはこの現象が日本の音楽文化、ひいては日本社会全体に与えた影響を冷静に評価する時期に来ています。賛辞と批判の両方を浴びながら、アドが世界に示したものは何だったのか。それは単なる一アーティストの成功を超えて、日本が真にグローバル化する道筋を照らし出しているのかもしれません。この分析はこれまで13章にわたって積み重ねてきた議論の集大成でもあります。匿名性の戦略から始まり、言語の壁、運営の化、政治との関係、そして同世代アーティストとの比較まで、全ての要素がこの最終的な問いに修練します。世界の反応、称賛、日本独自価値観の世界的認知と文化的威信の向上。アド現象が世界に与えた最も重要な影響は、日本独自の価値観が国際的に受け入れられることを証明したことです。リバースマガジンの包括的な分析記事では、アドは日本的な美学と現代的な音楽表現の完璧な融合を実現したと評価されています。特に注目すべきは、奥ゆかしさという日本的価値観の再評価です。従来、国際的なエンターテインメント業界では自己主張の強さや派手なパフォーマンスが重視されてきました。しかし、アドの成功は控えめでありながら深い感動を与えるという日本的なアプローチの有効性を世界に示しました。また、持続可能な文化発信モデルとしての評価も高まっています。アメリカの文化政策研究機関は、アドのアプローチは一過性のトレンドではなく、長期的な文化的影響力を構築する可能性を示していると分析しています。これは従来のクールジャパン戦略とは異なる、より内発的で自然な文化輸出の形と言えるでしょう。さら
らに技術と伝統の融合という観点からも評価されています。忍者コータントラベルの詳細な分析によると、Adoの音楽には能楽や雅楽の要素が現代的にアレンジされて取り入れられており、これが古くて新しい独特の魅力を生み出しているとされています。この革新性は日本文化の未来的な発展方向を示唆するものとして国際的な注目を集めています。世界の反応を批判論調から読み取る改善ポイント、持続可能性への疑問と構造的課題の未解決。一方でAdo現象の持続可能性については深刻な懸念も表明されています。音楽業界のアナリストからは、短期間での急激な成功は長期的な戦略の欠如を示している可能性があるという指摘があります。最も深刻な問題として挙げられているのは成功モデルの再現可能性です。Adoの成功は彼女個人の特殊な才能に大きく依存しており、他のアーティストや日本音楽全体にとって参考になる一般化可能な要素が少ないという批判があります。音楽研究者はAdoの成功を日本音楽の一般的な国際化モデルとして扱うのは危険と警告しています。また、構造的な問題の多くが未解決のまま残されています。これまでの章で分析してきた翻訳問題、運営の課題、地域格差、政治との関係などはAdoの成功にもかかわらず本質的な解決には至っていません。ヨーロッパの音楽評論家は表面的な成功の陰で根本的な問題は放置されていると厳しく指摘しています。さらに深刻なのは国内音楽産業への影響です。Adoの成功が他のアーティストに与えるプレッシャー、匿名性戦略の安易な模倣、そして海外市場への過度な依存傾向など、長期的には日本音楽の多様性を損なう可能性も指摘されています。改善のポイントとは、ではAdo現象から学んだ教訓を生かし、真に持続可能で包括的な日本音楽の国際化を実現するにはどうすればよいでしょうか。第一に、成功要因の体系化と継承システムの構築が重要です。Adoの成功を個人的な才能の結果として終わらせるのではなく、その背後にある技術的、芸術的、戦略的な要素を分析し、他のアーティストや次世代のクリエイターが学び応用できる知識体系として整理することが必要です。これには音楽制作技術のデータベース化、海外展開のノウハウ共有システム、そして文化的価値観の国際的な伝達方法論の確立が含まれます。第2に、多様性と包括性を重視した発展戦略の策定です。Adoのような匿名戦略だけでなく、YOASOBIの物語性アプローチ、新しい学校のリーダーズのビジュアル戦略など、多様なアプローチが共存し、相互に補完し合える環境の構築が重要です。これにより、日本音楽の豊かさと多様性を世界に発信できるだけでなく、各アーティストの個性を最大限に生かした発展が可能になります。第3に、長期的な文化的影響力の構築を目指した総合戦略の実施です。一過性のブームではなく、10年、20年という長期スパンで日本音楽の国際的地位を確立するため、教育機関との連携、若手アーティストの育成、国際的な音楽祭やイベントでの継続的な参加、そして各国の音楽文化との対等な対話と相互学習の促進が必要です。これらの取り組みにより、Ado現象を起点とした日本音楽の真のグローバル化を実現することができるでしょう。終わりに、長尺の分析をお聞きいただきありがとうございました。Ado現象は確かに日本音楽史に大きな足跡を残しました。しかし、これは終わりではなく始まりに過ぎません。海外から寄せられた称賛と批判の両方から私たちは多くのことを学びました。日本の音楽文化が持つ独自の価値と、それを世界に届けるために克服すべき課題、匿名性という戦略の可能性と限界、そして真のグローバル化とは何かという根本的な問い。皆さんの賛否改善はいかがですか。Adoの成功は日本音楽の新時代の始まりでしょうか、それとも特殊な例外でしょうか。これまで分析してきた課題の中で最も重要だと感じるものは何でしょうか。そして日本の音楽文化がさらに世界で愛されるために私たち一人一人ができることは何でしょうか。コメント欄でぜひ皆さんの考えをお聞かせください。建設的な議論こそがより素晴らしい日本の文化発信につながると信じています。もし私たちの分析が少しでもあなたの心に響いたなら、いいねとチャンネル登録もいただけると本当に嬉しいです。
次回も世界の反応を徹底的に分析した日本の未来を考える動画をお届けします。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。Adoさん、これからも素敵な歌を楽しみにしています。ありがとうございました。